僕の記憶が正しければ、それはストロベリームーンの夜だった。目が覚めると満天の星空。どうやらシアターのベンチでうたた寝していた僕は、誰にも気づかれることなく閉園を迎えてしまったらしい。どうしたことかパパやママの姿はなく、遊園地は明かりを落とし、遠くからうっすらと汽笛が聞こえるばかり。寝ぼけ眼でシアターを出ると、ガラス張りの温室の中、そこだけスポットライトのように月明かりを浴びて、少女が佇んでいた。藻に服したような黒いドレスに、白いフリルが輪廓を放って浮かび上がる。まるで山頂に降り積もるパウダースノーだけを食べて生きている天使みたいに、華奢な手足を覗かせて、ノエルでもないのにオペレッタの旋律をハミングしながら、熱帯植物たちに水をあげている。あら、ごきげんよう。僕に気づいてスカートの裾をつまむと、軽く会釈する。彼女の名はミミー・ラビット。このパークのマスコットキャラクターと同じ名前だった。しかし、ウサギのように長い耳もなければ、すみれ色のリボンもつけていない。だけど、私の方が本物よ。ミミーラビットはいつも泣き晴らして目を真っ赤にしている私をモデルにパパが創作したの。そう言ってスツールにじょうろを置くと、そんなことより開けてくださらない？虹色のラベルに彩られた流星ドロップスの缶を差し出した。昨日深爪しちゃって蓋が開けられないの。僕が代わりに爪を立てて缶を開くと、惑星土産独特のエキゾチックな香りが辺りに漂った。お礼にもらったドロップを一つ口の中に放り込むと、ミントの冷たい甘さと刺激が染み渡る。それを見て彼女がケラケラと笑う。僕は鼻筋にシワを寄せ、随分とひどい顔をしていたらしい。ミントは大の苦手だった。もう一粒、どうかしら。茶化して差し出す。近くで見るとそばかすがあって、天使とは程遠い、ちょっぴり意地悪な普通の女の子だった。君、迷子でしょ。たまにいるんだ。ドジでうっかり屋な君みたいな子。いや、だけどうっかりしていたのは僕じゃなく、我が子を忘れて帰ってしまったパパやママの方じゃないかと抗議したくもなったが、ふとガラスを隔てた温室の外から視線を感じて振り返った。大きな針葉樹の影からトランプの兵隊がじっとこちらを伺っている。慌てて隠れようとする僕を制止して、ほら、耳を澄ませてごらん。モーター音が聞こえるでしょ。安心して。あれはオートメーションのメカトロニクス。閉園後のパークは無人で運営されているの。見渡せば確かに猫型の清掃ロボが水をまいたり、キャタピラで自走するゴミ箱が落ち葉や空き缶を拾いながら駆け回っている。聞こえるのは静かに響き渡るモーター音とかすかな電子音。真夜中の遊園地に取り残されているのは、どうやら僕たち二人きりだった。だけど気をつけた方がいいよ。IC タグがないとセンサーが反応して警報が鳴る仕組みなの。でも私といれば大丈夫。ほら、これさえあれば。王国の鍵を模したようなキーホルダーを揺らして微笑む。彼女はこのベルベットローズガーデンの経営者、スミレオ・スミレ氏の一人娘なのだという。昔は一人なんかじゃなかったんだけどね。そう言って月明かりに照らされたベルベットローズ城を見上げる。でも久しぶりのお客様だから私が案内してあげる。感謝なさい。その代わり
今夜は私がプリンセスで、君がナイト。ナイトは私に絶対服従なんだからね。そう言って今度はジェリービーンズの缶を差し出す。それじゃあ早速、これをお願い。恐る恐る受け取る僕に、安心なさい。それにはミントなんて入ってないから。と微笑んだ。こうして僕は彼女の切りすぎてしまった爪の代わりにあらゆる缶を開けるため一夜限りのナイトとなった。そして僕たちはハニーポップコーンの甘い香りに誘われて真夜中の遊園地を散策した。宝石箱をひっくり返したようにイルミネーションが綺麗で、空気はどこまでも澄んでいた。お腹が空けばお菓子の家からタイル状のビスケットを拝借した。欠けてしまった壁の一部は翌朝またビスケットで修理されるという。彼女の距離感に時々戸惑うこともあったけど、大理石の中にアンモナイトを見つけてはしゃいだり、海賊船に忍び込んで宝箱のコインを盗み出してはじゃれ合った。大きな鳥居の先には狐火の明かり、それが池の水面に反射して揺らめいていた。遠くからジンタの音色がそよ風に乗って聞こえる。ソーダファウンテンの噴水に直接口をつけて喉を潤すと、それは味も香りもない天然の炭酸水であまり美味しくはなかった。そこで彼女はどこかからカゴメ模様にカッティングされたクリスタルグラスを持ってきて、そこにガーネットの原石をグラスに沈めて炭酸を注いだ。ザクロ色に染まった液体はかすかに甘みを帯びた。それは単なる錯覚なのか、ガーネットが月明かりを浴びて何らかの化学反応が生じた結果なのか、僕にはよくわからなかった。ねえ、知ってる？お城の展望台から庭園を見下ろすと、花壇がベルベットローズ姫の肖像になってるんだよ。そしてお城のてっぺんにはローズ姫のホスピスがあるの。ホスピス？不思議な響きに思わず聞き返す。展望台より上はホスピスになっていて、お姉ちゃんの病室だったの。1000年に1人と言われる不思議な病気で、肺にキノコが生えて咳をするたび胞子をまき散らすの。だからお医者様もナースも防護服にマスクをつけていた。私はこっそり忍び込んでは叱られたけど、1000年に1人なんだから、次に誰かが感染するのは999年後なのにね。だからこの遊園地は全てお姉ちゃんのために作られたんだよ。ベルベットローズ姫はお姉ちゃんで、私は脇役のマスコット。世界中から集められた植物も宝石もみんなお姉ちゃんのため。真夜中、誰もいない遊園地でお姉ちゃんと二人きり、回転木馬やローラーコースターに乗って遊ぶのが私の役目。だけど私、意地悪な妹だった。お姉ちゃんが大好物だって知ってたのに、パパが買ってきた舶来のプディングを独り占めして食べちゃった。それでもお姉ちゃんは、私があげたのよってかばってくれた。次第に症状は悪化して、ベッドで寝たきりになってしまった時も、お姉ちゃんは青空が大好きだったのに、今日は天気が悪いからって嘘ついてカーテンを閉めてしまった。可愛がってたジャコウネズミのぬいぐるみを隠したり、花瓶の花がまだ咲いてるのに捨ててしまったり、とにかく小さな意地悪ばっかりしてた。だってお姉ちゃんばっかりパパに愛されてずるいって、まるで私の方が被害者みたいに。私はまだ幼くて
お姉ちゃんと過ごせる時間があんなに短いなんて知らなかったから。彼女は爪の先ばかり気にしていた。人生には二度と戻れない瞬間があるんだよ。切りすぎた爪がもう二度と戻らないように。あの瞬間、僕はなんて言えばよかったんだろう。だから早く大人になりたいな。そしたらこの深爪も綺麗なネイルで隠せるでしょ。やがて夜が明けて空が明るくなると、彼女は不機嫌になってきた。別れ際、また遊ぼうと言った僕に、彼女は何も答えてくれなかった。有刺鉄線をくぐり抜け、遊園地の敷地を出た瞬間、彼女の失望が手に取るように伝わってきた。これはだいぶ後の話になるけれど、ベルベットローズガーデンの創設者、スミレオ・スミレ氏は、生涯独身であったことを僕は知る。知る